皆さんおはようございます。しのです。ただいまですね、ほぼ寝起き、お風呂入ってね、今起きてお風呂入って歯磨いたところでございます。すいません、ボサボサでこんな感じで申し訳ないんですが、今日ちょっと久しぶりにこういう動画をね撮っていこうかなと思います。それではよかったら最後まで見ててね。レッツスタート。篠里です。今日はですね、ちょっとお腹も空いてしまいましたので、食べていきたいなと思うんですけれども、その前にこの間ですね、月曜日かな、今週の月曜日に、2000名様、ご登録者記念ということで、ライブをね生配信ライブをさせていただきました。来てくださいました皆さん、本当にありがとうございます。そして見れなかった方もアーカイブに残ってますので、よかったら最初から最後まで見ていただけるととても嬉しく思います。本当にね、ライブ配信自体が3回目ぐらいであんまり慣れてなくって、ちょっと接続や Wi-Fi の状況があまり良くなかったみたいで、音声が途中でねちょっとこうプツプツ言ってしまったりとか、聞きづらい部分があったりしたかと思います。もうちょっとねこう整備してうまくね弾き語り配信などもできるようにねしていきたいなと思います。本当にありがとうございました。とっても楽しい時間でした。1時間半ぐらいかなやったんですけど、 YouTube での生配信と、その後ね1時間ちょっとぐらい TikTok さんの方でも、ライブ配信をさせていただきました。 TikTok の方は音声はね大丈夫だったみたいなんだけど、やっぱ YouTube の方はちょっと Wi-Fi の状況なのかなという感じで、音がねプツプツ、聞いてもらうと分かると思うんですけど、プツプツとねちょっと聞こえづらくなっておりました。申し訳なかったです。本当にまたトライしていこうと思います。本当今ね2000名様到達したところで、ちょっとまだ増えていって2000今50名様とか言っているかなと思うんですけれども、ありがたく思っております。最近は弾き語りの動画ばかり上げてまして、エレキギターやってないけど大丈夫なのみたいな感じでコメントいただいたりとかね、エレキギターもね弾き語りしてほしいなっていう意見もいただいておりますが、ちょっと今ねライブに向けてアコギの弾き語りを練習してたのもあって、そういう、動画がたくさん上がっていたと思います。これからまたちょっと今ちょっと休んでたんだけど、 3,4 日ぐらいちょっとね疲れちゃってライブしたらもう疲れ果てちゃって、賞味3時間ぐらいライブ配信しただけなんだけど、もうねクタクタ。なんかライブってやっぱすごい疲れるんだよね。なぜか普通に弾き語り家でしてるのよりもやっぱりね3倍から4倍ぐらい疲れてしまいまして、もうずっと寝てましたわ。ほぼ冬眠に近いレベルでずっと寝てました。なんかねやっぱヘルニアがあって、私首のヘルニアと腰が2つヘルニアがあるんですけど、今ちょっと肩に来ちゃってて、左の肩周りの肩甲骨後ろ側とかでちょっと痛みが慢性的にあって、それもあってちょっと今ギターは少し休んでます。また来週ぐらいにはね再開していこうかな、ゆっくりと再開していこうと思いますが、今日はね雑談というか、食べたいもの食べながらお話を少ししていけたらいいかなと思います。2000名様記念動画なのかなこれ。そんな感じでやっていこうと思います。ちょっと前置きが長くなりましたが、今日はね何を食べていきますかと言いますと、こちらもう出しちゃったんだけど、じゃーん、はい、ミスドのなんかボールのやつ24個入り、
かわいい。このパッケージもなんかねゆるい感じでクマさんとかなんかかわいい感じでございます。今回はちょっと頼んでお家に届けてもらいました。これ24個入ってる一番大きいやつなんだけど、今日は食べきることは多分できないと思いますのでね、これちょっとつまみながらお話ししていこうかなみたいな感じです。でこれ甘いので甘々なので飲み物が必須ということで、ちょっと飲み物を持ってきます。お待ちください。飲み物はこちら。これも一緒にミスドさんで注文しましたが、ジャスミン茶かな、ジャスミンティー。やっぱりね甘いものにはさっぱりしたものを一緒にね食すというのが決まりですので、こちらを一緒に飲んでいこうと思います。ちょっと見えないけど、この特大ストローがついてたよ。これでビータップ、すごい音した。冷たくて美味しい。なんか本当はこうなんていうの、この足元っていうか、その物が映るように撮りたかったんだけど、ちょっと今急遽撮ってるので、なんかちょっとこの辺があまり映せない。こんなのもついてました。いいねこれ。いただきます。これ食べるの久しぶりだわ。なんかここにちょっとニキビみたいのができてしまいましたが、気にしないでください。いただきます。これなんか小学生ぶりぐらいに食べるよ。これドーナツボールみたいなやつ。私はいちごが食べたかった。いただきます。これはあれだ、もちもちのやつだ。ポンデリングの玉の方。美味しいな。いちごとやっぱポンデリングの組み合わせが最高だし、このなんといっても一口で食べれるっていうのがいいよね。一個ずつ全部違う味が一口食べれるから、いろんな味が食べれて調節もできるし、これほんとおすすめ。食べやすいよ。これで編集作業したりとか、ちょっと仕事のなんていうのつまみとして置いとくのもありなんじゃないかなと思います。今日の運勢が出た。今日の運勢は私1位だった。恋愛がいいらしい。これ中に多分クリーム入り、ふわふわだ。甘くておいしい。めっちゃうまいわ。今日はねちょっとゆっくりして、今日はね今午前中なんだけれど、午後からねちょっと外に出て行こうかなと思うんだけれど、最近もう33度以上あるから、日中ね暑くても極力外に出ないように頑張ってますけど、皆さんはどうお過ごしでしょうか。やっぱね外で働かなきゃいけない方もいらっしゃると思うので、本当にご苦労様です。大変ですよねこの時期。なんかさよく見かけるんだけどさ、街中でっていうか作業してる方でさ、
どうしても外でやっぱり作業をしないといけない方がいるじゃないですか。そういう方のさ洋服見てるとなんかベストかなんかにさこう扇風機が中についてて2つぐらい、それがこう稼働しててさ中がふわーってなってて、あれなんか普通にまあ確かにね外で作業してる人用なんだと思うんだけど、あれなんか普通にめちゃくちゃいいアイディアじゃないかなと思ってちっちゃい扇風機をさ持ち歩いてる若者たちいるじゃないですか。私あれめんどくさいなと思っちゃうんですよね、なんか持ち歩くのが。これはココナッツ、生地がチョコレートで外側がココナッツになってますね。もう定番のやつしか入ってないから最高。本当はミスドで新しく出た新商品のモッチュリン、なんかもちもちのモッチュリンっていうのがあって、それを食べようかなと思ったんだけど、なんかデリバリーではなかったのか売り切れなのか人気で買えないのかわかんないんだけど、ちょっとメニューになかったのでこちらにしました。あれもいつかね食べてみたいなと思います。ダブルチョコかな。あ、違うわ、普通のなんかチョコレートがかかってるやつだ。ミスドのシリーズ私さりげなく食べてみたみたいなやつ上がってますんでねもしこんなゆるい感じでもよければ見てみてください。抹茶とかやったかな、抹茶とか。これで全種類かな。これ食べたでしょ、これも食べた。あともう一個ある。パサつくのでこれで流し込む。おおなんかこのストロー飲みにくいな。もうちょっと細いストローに変えようかな。太すぎるよこれちょっとさタピオカ用のストローじゃないこれ。これにします。家にあるやつで。なんか喉に入りすぎちゃう。これです。よいしょ。夏はさどっか行くのかな、皆さんは。お出かけとかされるのかな。私はなんか旅行とかは行かないけれども、8月中頃にちょっとお出かけをする予定がありますが、ちょっとなんかすごいボサボサだったね今髪。まあいいか、寝起きで撮ってるっていう感じが出てたか。ちょっとボサボサにしとこうか。もうこの金髪と黒のなんかアンブレラカラーしてるんだけど、なんかどうなんだろう、評判結構なんかいいねとは言ってくれる人が多いんだけど、自分的には結構派手だなとは思ってて、黒に戻そうかなとも思ったりもしてるんだけど、もうしばらくこのカラーかな。この先が見えないよね。
どういう風にこれ変化させていけばいいんだろう。多分ここ色抜いてるから、ここに色入れたりもできるし、この今ちょっと黄色くなっちゃってるので、これをもうちょっと白っぽくしたりもできるんだろうなと思います。この前髪はちょっと自分で昨日カットしてなんかおかしくなっちゃった。もう一個食べる。これゴールデンチョコレート、これ大好きだったな、子供の頃。いただきます。甘い。こんなに甘かったか。これめちゃくちゃ甘くなってるの。このザクザクのやっぱ食感がね、たまらんな。子供の頃ってやっぱとにかく砂糖の甘さみたいな、砂糖の甘いやつ、とにかく甘ければ美味しいみたいな感じで。あ、やばい。最近さ、暑いから家から出ないで、弾き語りやったり、ギターの練習したり歌ったりとかしてるんだけど、 YouTube 好きで見るの結構永遠と YouTube 流してるタイプなんだけど、なんか作業したりとかメイクとかする時とかも最近ハマってる YouTuber さんがいて、なんかその人のばっかり 見ちゃう。面白くて。今の声で分かったらすごいな。分かる人いたら。サバイバル系っていうのかな。今まで全然そういうの興味なかったし見なかったんだけど、海に行ってこう釣りして釣った魚をその場で調理して天ぷらにしたり唐揚げにしたりして食べるっていう、そういう YouTube ばっかり見てますね多分同じ人いるんじゃないかな。またさ、景色が綺麗でさ、旅行行った気分になるというか、ちょっと自分がその現実逃避できるなっていうのもあっていいよね。最近私もう金髪にしてからなんだけど、結構その夜型というか生活がね、なんか、夜の方がこう今暑いしね、季節的になんか夜の方が涼しいし活動がしやすいっていうのと、あと人が少なくなるじゃない。だから歩きやすくって街、編集を外でしてさ、家帰ろうかなと思って、なんかちょっとこう気分良くなってさ、少しふんふんふんとか言って鼻歌混じりでさちょっと歩いてたわけ。そしたらさ、なんかやっぱ夜中だったから、何時だったかな、11時ぐらいかな、夜の。そんなに遠いところに行ってたわけじゃなくて、すぐ帰れるような場所だったから、結構油断してたんだけど、なんか久しぶりに姉ちゃんおい姉ちゃんって言われて、と思ってそんな、なんかあんまないじゃん、そのダイレクトに。びっくりしちゃって、私のことかなと思って、周りも見渡して私しかいなくてさ、その人とバッチシ目合っちゃって、やっべえと思って、すっごい怖かったんだけど、なんかその後もさ話しかけられてて、怖いからさ、こっちもさ、多分女の子だとわかると思うんだけどさ、すごい恐怖じゃん。なんか話しかけられて、やばいやつに話しかけられた瞬間やばい、逃げなきゃっていう、もう本能的にすぐさそういう気持ちになるんだけど、
怖くてさ、真っ暗だったし周りに誰もいなくって、その人と対峙してしまって、ですごい油断してたから、私もなんか鼻歌みたいなの歌ったりとか、ちょっとね、大きな声じゃなくて、ちょっとふんふんふんとか言って歩いてたの。やっぱと思って、もう冷や汗かいてさ、やばいやばいと思って、どうしようと思って、結構距離が詰めてたわけよ。距離が近かったの。やばい、目も合っちゃったしと思って、でもとりあえずあんまり反応しちゃうと、やっぱり相手もさ、こう反応してくれると思ったら、多分もっとグイグイ来ちゃうかなと思ったから、もうとにかく目に入ってなかったかのようにこうやってもうスタスタスタっと歩いて通り過ぎようと思ったんだけど、もう声がさ大きくてさ、姉ちゃん姉ちゃんって言って、おいおいってなって、最後の方なんかもう、罵倒っていうのなんかもうちょっとここでは言えないぐらいのことをなんか言ってて、と思って多分話しかけてんのに、お前なんだよみたいな感覚なんだと思うんだけど、まあ多分やばい人だったんじゃないかな。もう怖くて、もう一心でね、こっちは、サンダルみたいの履いてたので、私サンダルが好きなんだけど、サンダルって言ってもかかとがない、ペタンコみたいなさ、厚底なんだけどペタンコのサンダルで、必ず私ミュールタイプじゃなくて、後ろにこう紐みたいのがちゃんとついてて、かかとが安定する、そういうサンダルを使うようにしてて、だから走れたの走って逃げた。とにかく遠くに走って逃げて、怖かったよっていう話久しぶりにこう心臓がバクバクいって、やばい、こっから早く遠くに逃げなきゃっていう気持ちになりました。もうめっちゃ怖かったですね、あれは。多分11時とか12時ぐらいだったから、時間もおそらくだけど、多分酔ってたんじゃないかな。お酒かなんか飲んで気がね大きくなってたんじゃないかなとは思います。全然知らない人だったしね。でも若い人だったかな。20代だと思うな。20代か30代だけど、こんなさ金髪にしてたら、なんか話しかけられないだろうなって勝手に思ってたんだよね。結構怖いじゃない、金髪の女の人。怖くないか、今結構いるか。でもなんか私的なイメージね、結構強い人が多いんじゃないかなとか、気持ち的にもね。だから一見金髪の人に話しかけようみたいな風に思わないから、だからね結構油断してました。だけどやっぱ気をつけて、皆さん、特に女の子は気をつけてください。夏の夜結構、危ないのかもしれない。いやー、なんか怖いな。大丈夫と思ったんだよね。なんか全然と思っちゃったのが良くなかったのかもしれません。それ一回きりなんだけどね。結構食べた。何個？6個ぐらい食べたかな。午後出かけた後にまた夜ご飯で食べるから、もう全部は食べきれないよ。そんな怖いこともあったんでね、何が起こるかね、本当わからないと思って。走れる靴、これ私結構大事なことなんじゃないかなっていつも思ってて、何かあった時にやっぱ走れない靴を履いてると危ない、普通に。だから何かあった時、何かに遭遇してしまっても、とにかく走って逃げられるような、そういう靴を履いておく、普段から。これは本当に大事なことなんだなって改めて思いました。その時本当に走ったから、もう陸上選手みたいな、自分の気持ちの中ではこういう感じの陸上選手みたいな感じで、手の先もこういう感じで走ったっていう感じ、本気で。
じゃないと危ないよ。追いかけてきたら間に合っちゃうっていうかさ、追いつかれたら最後だよね。よかったよ。ちょっとねこう裏路地みたいなところだったから、そういう道も良くないね。大通りからちょっと遠回りかもしれないけど、大通りから通って帰るとか、そういうことをしないと、夜は危ないということが分かりました。あんまりないからさ、そういう経験が。びっくりびっくりですわ。全然話変わっちゃうんだけど、私の CD の話なんだけど、すいません。この東京シノっていう CD がね一応発売されてまして、こちらAmazon でね購入ができるんですけれども、ライブ配信の時にねちょっとそのお話をしたら、購入してくれた方がいて、もちろん私のところから送ってるわけじゃなくて、もう Amazon さんの方にね在庫としてセットしてあるものになるのでなんかプレゼントしたいなと思ったけど、そういうのはできないんだけど、ラスト1枚だったの Amazon でね。でそのラスト1枚を購入してくれたので、おそらく今 Amazon の方では売り切れとなっているかと思います。ありがとうございます。本当に嬉しかったです。で一応今売り切れっていう風な表示が出てるかなと思うんだけど、ちょっと確認してないんだけど、この辺に貼っとこうかな。もしね欲しいなっていう方がいらっしゃったら、なんか多分ボタン購入するみたいなボタンを押してくだされば、ちょっとね時間はかかっちゃうかもしれないんですけれども、受注生産みたいな形でお届けすることは可能なので、ちょっとどんくらい届くまで時間かかるかわかんないんだけど、必ずお届けはできるので、もし今後ねそういうの欲しいな、 CD 欲しいなっていう方いたらですね、ぜひそういう感じで言っていただけたら、Amazon の方からボタンを押していただけたら、そういう対応もできるかなと思いますので、ぜひまだまだよろしくお願いします。今後ねあんまり CD 出す企画がちょっとないので、 CD はね、この東京シノの東京だけになるかなと思います。 CD はなかなかなんて言うんだろう、前結構欲しいなって言われて作ったんだけど、この今のご時世、CD よりもやっぱりそのストリーミングだったりとか、あとは YouTube 上で私のしのしのさとチャンネルの中にリリース曲っていう項目があって、そこからリリースした曲まとめて聴くことができるので、そういう形で聴いていただいても全然いいですし、ストリーミングやダウンロードなどで聴いていただけたらとても嬉しいですし、CD はちょっと今1枚しか出してないんだけど、 CD も聴いてくれたら嬉しいなと思います。ジャケットのデザインとか、そういうなんていうの企画とかも全部自分が携わってやっているので、グッズとしてね持っていてくれたらとても嬉しいです。また新曲がですね、8月ぐらいに1曲出ます。ちょっと変わった曲になるかなと思いますので、サウンドとかもこだわって作ってますので、そちらもまた時期が来たらアップされるかなと思います。で私アコギの弾き語り、エレガットなんだけど、ギターの弾き語り、基本的にはちょっとこうなんて言ったらいいんだろう、エレキとかではなく、どっちかというとアコースティックバージョンが多いのですが、発売されてる曲はエレキサウンドというか、
そういうちょっとこうバンドサウンドっていうのかながまあほとんどでして、ほとんどというか全部でして、ちょっといろいろ市場調査もしたところ、なんかアコースティックの感じ、癒し系な感じでそういう音源が欲しいな、音源聞きたいなっていう方が結構何名かねいらっしゃったので、なるほどと思って、確かに私アコースティックだし基本的にね、そういう感じのオリジナル曲、そういう感じでもう作ってアコースティックバージョンみたいな感じでオリジナル曲をね今まで作ったものも含めてアコースティックバージョンみたいな音源も作っていこうかなと思ってます。なんか東京っていう曲があるんですけど、私の初めて出した曲かな、初めて作った曲かな、東京という曲があるんですが、ライブでね結構東京好きな方多くて、東京を弾き語りしてほしいって言われたりとかすることもあるんだけど、東京の曲って本当一番最初に作ったから、なんか思いつきで作ったというか、ギターを弾いて作ったんじゃなくて、なんかその日雨が降ってて、それでその雨の音と一緒に作ったのだから、なんかそのキーがね高くてキーが難しくて、すごいライブでね歌ってって言われるんだけど、めっちゃ自分の中ではこう難しくて歌うのがねかっこいい曲なんだけど、もうちょっと練習して頑張って歌おうかなと思います。本当自分が歌うことを想定して作らなかったんですよ、最初は。だいたいその自分が歌う曲って自分の声の高さとかがあるじゃないですか。声の高さの範囲内で歌える範囲内でだいたい作るのが普通なんだけど、そうじゃないと歌えないからねなんだけど、初めて作るから分かんないじゃん、そういうのって基本的には。で雨の音とか聞きながらさ作ったから、そういうの度外視して作ったのよ。自分が歌えるとか歌えないとかじゃなくて、だからすごいいい曲ができたなとは思ったんだけど、自分が歌うことを想定するとすごく難しいなっていうそういう曲になってますちょっと東京の裏話をお話ししました。もしさ、今後のオリジナル曲、バンドサウンドじゃなくてアコースティックみたいなサウンドで、あんまりこう音をこうたくさん重ねないでシンプルな感じで、癒しっぽい感じで声とギターとみたいな、そういう感じの方が好きだなっていう方はぜひコメントください。ちょっと迷ってるところがあって、素朴な感じで曲作ったりするのもいいかなってちょっと最近思い始めてて、なんか結構音とか作るの好きでこだわったりしてたんだけど、なんか皆さんがこうやっぱ聞きやすい方がいいし、自分に合ってるのってそういう素朴な感じの方がなんかいいのかなってちょっと今考え直してるところで、もちろんどっちも良さがねあると思うんだけど、今後ちょっとこう自分の方向性がそれで少し決まってくるかなと思いますんでね、ちょっともしよかったらコメントなどでアドバイスなどいただけるととても嬉しいです。その方向性について、音楽作りについて、バンドサウンドみたいな方がいいのか、曲にもよると思うんだけど、自分がいつもやってる弾き語り系のちょっと素朴な癒し系の感じの方がいいのかっていうことなんですよね。でもいつもやってる方がいいよな、多分な。難しいね、音楽作りは。自分が好きなものとかと自分が合うものってやっぱ違う
違うんだろうな。最近はなんかこう少しずつ自分の方向性が少し分かってきたっていうか、こういう方が聞きやすいかなとか、自分もこっちの方が合ってんのかなとかね、いろいろ考えるようになりました。皆さんがたくさんコメントとかいいねとかで教えてくれるので本当に助かっています。ありがとうございます。結構毎日のようにこうアップしてると、何が良くて何が良くないのかっていうのがなんか分かんなくなってくるという瞬間があって、なんかよく分からないなみたいな。そういう時はもう私の場合は、手当たり次第やってみて、その中からねこう、皆さんがこう、反応が良かったものというのかな、いいなって言ってくれるものを抜粋していけば、こう自分の方向性が分かってくると思うので、そういうこう脳筋プレイみたいなやり方をしてるんだけども、でも最近だんだん少しそういう傾向っていうのが分かってきて面白いなと思ってます。ちょっとこれで最後にしようかな。お腹が膨らんでる。ふわふわですこれ。これ多分7月の終わりぐらいにアップされるかなと思うんだけど、8月9月とねまだ暑い日がおそらく続きますんで、皆さん体調管理などお気をつけて、あんまり無理なことはせず、ゆっくりとマイペースにね過ごしていきましょう。それでは今日はね一応2000名様ご登録感謝記念という動画でした。ありがとうございます。ここまで見てくれた方はもう皆さんねもちろんのことですが、チャンネル登録やコメントや高評価などいただけたらとても嬉しいです。また弾き語りの動画だったり音楽関係の動画だったりが上がると思いますので、また次の動画でお会いしましょう。こういう動画ももしね好きだったらこういう動画好きだよって言ってください何がいいのかわからないからさ、結構今こう思いついたがままにやってるところもあって、本当は音楽チャンネルともう少しチャンネルが大きくなったらね、音楽チャンネルとこういうちょっと緩い動画は別々のチャンネルでやりたいななんていう夢もありますんでね、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これは夜ご飯にします。結構あるバイバイ。